ちは、ひとみんです。台湾に到着しました。台湾の市内には両替所が少ないらしくって、市内で換金しても空港で換金してもあんまり手数料が変わらないみたいなので、まずは換金しちゃいます。換金できました。手数料が30元だから150円くらい、そんなだよね。だから結構空港で両替しちゃっても台湾は OK みたいです。楽しんできます。レッツゴー。で、この空港からすぐの MRT で市内に出ます。これチャージの金額を選ぶの？チャージ200 Only cash. Only cash. OK。 Thank you。 あー、かわいい。かわいいじゃん。高尾駅あっという間に着きました。マジで一瞬だったね。20分空港から。20分だって。そしてみんな右側に乗ってるからエレベーターは右側通行っぽい。うわ、すごい。なんかアートだね、いきなり。めっちゃアートだわ。あ、すごいすごいすごい。超いい映像。すごい。もう登っちゃっていい？登っちゃおう。とりあえず宿行くか。今日の温度何度かな？30度だって。夏だ。タクシーがあります。こっちかな、はい、これどう行くの？なんかぐるぐるしてるんだけど。この上に行くんじゃないの？この上。あ、これ登るのか。で橋になってんだ多分。なるほどね。じゃあこれ登んの？ここでいいのかな？ここしか上がれないか。はい、本日のお部屋。結構綺麗。しかもなんか作業とかしやすそうじゃない？じゃーん。あれ？日本と違うって聞いてたけど。日本と同じのもあるよ。ここは一緒にしてくれてる。すごい。ちゃんとお水もあります。綺麗普通に。そうそうそう。あ、ここもちゃんと閉められる。これ宿泊者みんな使えるんですけど、ティーとコーヒーも結構いろんな種類ある。これすごい。31みたい。ホテルについてたアイスクリーム食べてからちょっと探検したいと思います。31食べ放題の気分。ということでここで eSIM を設定しようと思います。私が海外旅行行く時使ってるのがトリファの eSIM なんですけど、勝手に設定できるのがめちゃめちゃよくって、海外初めてだよとか初心者の人にはめっちゃおすすめだと思います。こんな感じで行く国と期間を設定して通信料を選択したら購入できます。アプリ内の手順に沿ってやったらあっという間に設定完了です。そんな感じで今ホテルで設定できたので観光楽しんでいきたいと思います。最後まで見てね。こんにちは。ホテルにチェックインしたので今から市内を歩いていきたいと思います。で、夜はちょっと夜市でご飯を食べるのでまずは市内散策です。なんかさ、人全然いなくない？もっと人いると思ったら想像以上に人がいなくってびっくりです。なんだかんだもう4時です。あっという間。今日もいい天気です。超いい天気。よかった、晴れてくれて。そして我が日本のセブンイレブンお寺に来ました。すごい提灯の量だ。これで火をつけてあそこに刺すのかな。これは何？それお線香？お弁当みたいなんだけど、なんだろう。お供え物じゃない？これをなんかどっかお供えるのかな、購入して。なんかお土産で買って帰るのかな。もう捨ててあるね、みんな。この回路を渡って上に上がるとめちゃめちゃ綺麗らしいです。2階3階になってるんだけど、この上からの景色が有名だそうです。すごい。おお、すごい。張り巡らされてる。わ、見て見て見て。こっちもなんかすごいよ。すごい？何これ？何これ？何これ？ろうそく？あ、これなんだろろうそくだ。う。こっちは何ですか？おもろすぎるな、ここちょっと。うわー、独特の空気感。正面から見るとこんな感じ。人だ。生贄ですよ。人がめちゃくちゃいる。怖っ。これも人？これも人だ。
いや、よかったね。よかった。迫力がすごかった。あ、見て見て、これなんて読むでしょう。この OK って書いてあるやつ。ラチオッケー。ラチオッケー。正解はカラオケでした。オッケーでカラオケなの？これでカラオケ。そんな可愛いでしょ。英語と合わせ技でやるんだね。なんだよね本当に？本当。おふざけのカラオケじゃなくて。ノーふざけ。じゃあ例えば本にもカラオッケーって出てくる。カラオケ。綺麗。確かに。ステンドグラスみたい。ナンバー2ですか。すごい美術館みたい。エリンギ。Thank you。ここのお店。めっちゃジューシー。めっちゃ美味しいエリンギ。エリンギ？うん。でも全部クオリティはちゃんとしてんだ。美味しい美味しい。サイン？今日来ました。初めて？でも高尾は初めてです。うまい。じゃあ美味しくいただきます。じゃーん、餃子買いました。すごい美味しそうな出来たての焼き餃子です。こっちが焼き餃子、これが水餃子。焼き餃子です。この外がねパリパリしてるの。いや、それにしてもね、うまいわ。なんかマジでレベル高い。肉々しくない？こちらがもうめっちゃ美味しかった水餃子。いただきます。本当にそういう反応になるんだよね、これね。不思議と。これ1個食べたら止まんなくなる。だって口の中に肉汁がジュワーって出てくるの。間違いなくナンバーワンだ。史上最強。今まで生きてきた中でも1位かもしれない。ダントツ1位だわ。っていうレベルで美味しかったので、お店の名前貼っとくのでよかったら食べてみてください。じゃあ完了ですね。いや、お腹いっぱいになったね。1500円で5つ食べれました。しかも2人でだからね。すごいよね。すごいいいよ。1人700円。だから屋台に来たらマジでお金かからずお腹いっぱいになれる。牛乳パン買いました。日本のクロワッサンみたいでめっちゃ美味しい。結構バター風味でしょ。香りがね。買います。こんな感じです。ホリブレッドみたいな感じのところ。やってるよね。なんかめっちゃ暗いんだけど。大丈夫、やってそうです。すごい、入り口はまんま電車です。かわいい。こんなパン屋さん初めて見た。かわいい。ドバイチョコみたいなの悪くない？美味しそうだな、全部。ピスタチオのやつ。このさっきの電車カフェの隣は電車が通るの。今ちょうど来ました。今美術館で面白いイベントがやってるみたいなのでそこに行きたいんだけど、やってるかな。どこにあんのかもわからない。洗濯機の中に入って回るらしい。超楽しみ。期間限定でやってるアトラクションみたいな感じなのかな。壊れた洗濯機とか電子レンジとか家電がいっぱい並んでて、あれは乗れるらしい。今3時からこの期間限定のやつが始まりました。無料で乗れるみたいなのでちょっと今並んでます。すごい、全部家電なんだよね。意外とゆっくり進んでます。はい、今バス乗って次は龍虎島に向かってます。龍虎島の閉園時間が5時半らしいのでちょっと急いで。あれ入場無料なんでしょ。すごくない？結構揺れますね、このバス。15件だった。あ、15円だった？
75円。安っ。実質無料だな。安い。バスが一番安い。バスの方が安い。夕方に来たから全然人いない。ね、朝一がおすすめとは言ってたけど、あ、そうなの？人が少ないから。ああ、じゃあ逆に終わりかけもいいのかもしれない。あと1時間で閉まるよ。竜から入って虎から出ると役が落ちるらしい。すごくない？ちゃんと口だけじゃなくて胴体もある。こんな感じなんだ。そして一瞬外に出て、あ、でここで登っていけるんだ。すごいじゃん。わあ、めっちゃきつそう。ひたすら階段だ。せっかくなので登ってみます。この登るのも螺旋状になっててすごい。よいしょ。まだまだ上があるんですけど、一旦この階はどうかな。おー、あ、すごい。道がうねうねしてる。このなんか道がザグザグしてるのは中国の伝承だと、悪霊は直進しかできないと考えられてるから、道を曲げることで塔に悪い気が入り込まないようにガードしてるらしいです。ジグザグにされた後に竜の中に入っていくという。今見えてるのが虎。これ虎の塔。中同じなのかね。装飾よくここ竜になったって虎になった。あ、本当だ。これ竜が乗ってて、あっちは虎が乗ってるんだ。竜も虎も7階建てになってて、中国文化においてこの7っていう数字はすごい徳が高い、縁起がいい数字だそうです。だからどっちも7階建てになってるらしい。水に囲われてるんですけど、この水の中にポツンって佇むのも風水的にすごいいいらしい。だから池の中にポツンと佇んでるらしいです。めちゃくちゃ縁起がいいところみたい。ちょっと美術館から夢中になって歩いてたら、お昼を食べ損ねてペコペコです。でもこの龍虎島来ちゃったらコンビニもないしご飯屋さんもないから、ここに来る前に食べてくるのがいいかもしれない。こっちでなんかね、コンビニでもいいからあるかなって思ったんだけど何もないです。タピオカ屋さん発見した。ニーハオ。3級ミルクティーワン。 OK。sugar？ あ、リトルシュガー。リーダー。オッケー。はい、谢謝。シェイシェイ。かわいい。かわいい。ゲッチュー。店員さんいい人だったから。いただきます。アイスになってる。おお、すごい吸い込まれてる。うまい。フルーツみたいなのが混じってる。おお、いいじゃん。贅沢じゃん。意外とさっぱりしてて美味しい。あ、本当、よかった。それでかいよ。作られました。これでレギュラーサイズ200円ぐらいでしょ。でかいね、確かに。日本で食ったら500はいくでしょ。これ。なんだこれは。すごい。なんか中国の音楽流れてる。と思ったらなんかカラオケしてんのかな。カラオケしてる。あれカラオケでしょ。怖い。なんかここ怪しいスポットじゃない？怖いんだけど、ちょっと理解せず来ちゃったからね。大丈夫？これもさ、またさ、入るとこ間違えたら呪われんじゃないの？おー、よかったってことかな。でこれがさ、長生き金運みたいな感じで、奥が事業、学業、これは円だから、そこに入れたらいいってこと。めちゃめちゃ投げますやん。ああ、帰ってきた。いいの？センキュー。見てたら優しいね。くれました。ちょっとじゃあこれは投げるんだ。投げて当たったらいいってこと？はい。はい。あれ？あれ？何も起きなかった。ダメだ。あ、来た来た来た。来た来た。答えてくれた。
かなこれでなんか良かったのかな。でも運気上がったんでしょう。運気上がったでしょ、はい。成功が分かんないけどね、最初ここに投げてる人もいたの、この筒に。そしたらあの方が鐘に投げた方が、鐘に投げて弾いたら入るったらいいんじゃない？けどさ、あそこに入った方がなんかお得な感じしない？ねお得な感じする。そんな感じでした。はい。すごい。おはようございます。本日の1箇所目はこちら。なんかめちゃめちゃ電車がいっぱいある。あ、昔の高尾みたいな。これ写真撮ったらいいかも。かわいい。門司港みたい。めちゃくちゃ電車あるね。ね。これ鉄道好きにはたまらないやつだ。これ日本にあったらね、聖地になってるよ。これね。しかも台湾の電車っていう、ねジェラートとかコーヒーとかドリンクが飲めるこの中で。電車のところの向かい側には不思議なアートがいっぱい並んでます。おー、すごい。でっかいスーツケース。その後ろにはほうきとかもあって。倉庫をリノベしたショッピングモールです。入ってみます。涼しい。こういうところでお土産とか買えるのかね。かもね。お洋服とかもあるよ。あそことかお土産屋さんありそう。いいな。めちゃめちゃ日本語なんだけど。スヌーピーストア？あ、しんちゃんとかある。なんか日本のグッズが多い。代々木パークだからそういうことだよ。日本のグッズだよ。日本のグッズが集まってるんだ。なるほどね。日本のアニメ文化すごいな。すごいね。嬉しいね。ちょっとこちらの倉庫をリノベしたカフェで休憩します。タピオカかと思って買ったら違いました。フレッシュジュースになっちゃった。台湾の紅茶ってなんか甘い。日本のさっぱりしてるじゃん。けど台湾のって甘い。さっぱりというよりはね、深い甘みがある。砂糖をリトルにしたの。シュガーリトルにしたよね。これ結構好きだけど。あ、もうなくなっちゃう。ごめん、いっぱい飲んじゃった。美味しかった。ついついマッシュ。ここ Wi-Fi あるって。でもさ、Wi-Fi 今回全然使ってない。確かに確かに。トリファがめっちゃいい。トリファやっぱいいね。そう。ちょっとこれ紹介していい？今回もいつもとおなじみトリファの eSIM を使ってるんですけど、やっぱりめちゃくちゃいい。なんかトリファって現地の通信会社と連携してるからめちゃくちゃ電波がいいの。あ、そうなの？そうだからめっちゃ早くない？早い。ホテルでさ Wi-Fi より早いって言ってさ、使ってたじゃん、無制限プランにしたからそれできてるんだけど、ちょっとギガ数を選んでた人はそれできないかもしれないんですけど、結構ね無制限プランも選べたりとか、あと日付単位で選べるの。結構さ7日パック3日パックとか分かれてるところが多いんですけど、1日単位で1日から2日から3日からって言って選べるのも結構柔軟に対応してくれるのもいいです。余らせなくていいのがいいね。そう余らせなくていい。あとねめっちゃ簡単なの。もうなんか初心者の人にはめちゃくちゃおすすめしたいって感じで、このアプリ内で全部完結してくれてて、まず SIM を購入するの、設定方法、あとギガ確認するのとか全部このアプリ内で完結するんですよ。いろんな eSIM 使ったことあるんですけど分かりにくくって、他の YouTuber さんの見て設定したりとか、スマホ2台使って設定しなきゃいけなかったりするのが多いっていうか、他の eSIM はそんな感じなんですけど、トリファは全部自分のスマホ1個で完結してくれて、説明もアプリ内で見て設定すればできるのがめっちゃいいです。24時間365日チャット対応、日本語でチャット対応してくれてるので、うまくつながらないとか現地で切れちゃったとかあってもチャットで聞いたらすぐに返答してくれるのもめっちゃいいです。しかもこんな感じで200カ国以上の国と連携してる、地域と連携してるからどこに行っても使えるっていうのもよくって、結構トリファで使うって決めちゃったら毎回ポイントが貯まるから、貯まったポイントを次回使ったりとかしてずっと使えるのもいいです。今回私のを見てそのクーポンコードを発行してもらったので、
ここに貼っておきます。よかったら海外行く時とか使ってみてください。それじゃあ次の現場に行ってきます。トランスフォーマー、この辺はちょっと今時チックな、今時チック。新しい感じ。あ、スターバックスと本屋だ。台湾にもインスタイル。おお、でかい。お、めっちゃいいじゃん。すごい日本神社親日ですね。やっぱ美味しいですね。めっちゃ日本のやつある。見て、ラピュタ、本当だ。これトトロ、あとトロ。天気の子、すごくない？天地事実。あとここにコナンもある。すごいね。めちゃめちゃ日本作品が並んでる。あ、ハリーポッターこんな字なの？さ、全部日本語。え、この辺の雑誌本当だ、日本の雑誌だ。ファッションしてないのかな。ビビとか美これ的。とかは現地。あ、これは現地のだ。だってこれとかめっちゃ日本語で書いてある。あ、山田涼介。しかも付録もついてる。これちゃんと付録もついてます。面白いですね。すごい。ワン。これがなんだっけ？高速ご飯。じゃあレッグなんちゃらみたいな。すごいね、プルプル。やっぱお口に合うね。うまい。うん。柔らかい。そしてこれは茶碗蒸しみたいな卵スープ。深くが効いてる。うん。あ、美味しい。うまいうまい。食べやすい。温まる。